最初に入ってきた旧市街の入り口の門とちょうど真反対のところにオールドポートという旧市街の港がありますので、ちょっと覗いてみたいと思います。普段海の状況がいいときはここから遊覧船がたくさん出港するんですけども、昨日、おとついと雨のせいで海の状況が良くないみたいで、遊覧船はすべてキャンセルになっているようですね。こちらに遊覧船の受付カウンターがありますけれども、受付のスタッフは誰もいません。この石造りの城壁の下に非常に素敵なレストランがありますね。いや、いい感じです。岬の先端に行ってみたいと思います。距離としてはどうでしょう、5、60メートルといったところでしょうか。そんなに大きなものではありません。釣りをしている方がいらっしゃいますね。先ほど急ににわか雨が降りましたので、地面が少し濡れていますが、今はすっかり天気も良くなっています。突堤の先端まで来ました。正面に見える海がアドリア海ですね。ぐるっとカメラを回してみたいと思います。それではまたプラッツ通りの方に戻りたいと思います。こちらに進んでいきますと、正面にはイエズス会の階段という、階段ですねがあります。こちらも観光名所になっているようですので、ちょっと行ってみたいと思います。ローマのスペイン広場にあります階段によく似た雰囲気ですね。スペイン広場は行ったことはありますけれども、ちょうどこんな感じだったような気がします。今イエズス会の階段を上がってきました。階段を上がったところに教会がありますので、ちょっと入ってみたいと思います。
再び旧市街の中心部の方に戻りたいと思います。ガイドマップで言いますと、決してメインの順路ではない裏路地のようなところを通ってきて、これから元来たプラッツァ通りの方に戻ってきます。やはり昨日、おとつい天気が悪かったせいで、旅行者も相当、今日もおそらく天気が悪いだろうということで、敬遠しているのかもしれません。カフェは結構どこも暇そうです。しかし、どこを見ても、大通りを見ても、港を見ても、裏路地を見ても、本当に古いヨーロッパらしい雰囲気が色濃く残ってて、私はこの雰囲気が大好きです。裏路地から元来たプラッツァ通りに出てきました。ここから一旦場外に出まして、外側からこの城壁で囲まれた旧市街を眺めたいと思います。入場してきた門の前まで来ました。一旦ここから場外に出たいと思います。このカフェの向こう側に城壁旧市街の入り口がありまして、それをぐるっと右の方に振っていきますと、海を挟んで向かい側に要塞があります。こちらがロブリエナッツ要塞という要塞でありまして、こちらもこの旧市街城壁の要塞都市を守っている、もう一つの要塞であります。あそこに登って、あそこから旧市街全体を眺めてみたいと思います。海岸まで出てきました。こちら正面に見えますのがロブリエナッツ要塞です。天気はいいんですが、やはりまだ昨日の悪天候の影響が海の様子では残っているようですね。先ほども言いましたけれども、遊覧船はほぼ全部キャンセルになっているようです。では階段を上っていきたいと思います。
到着しました。ロブリエ夏野菜の有料施設の入り口の前のテラスにおります。ここからドゥブルブニクの旧市街のほぼ全景が割と至近距離で見渡せます。少々海が荒れておりますけれども、エメラルドグリーンの色をしているのがはっきり確認できます。透明度もありまして非常に綺麗な海だと思います。このドゥブルブニクにはダイビングショップ、ダイビングセンターですね、が合計5カ所ありますので、スキューバダイビングなんかもよくやられる場所なんだろうと思います。今日はクロアチアの南部にありますドゥブルブニクといいますユネスコの世界文化遺産の登録旧市街地を持ちます観光地を散策してみました。旧市街地は本当に歴史を感じる圧巻の建物や構造物ばかりで非常に感銘を受けました。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。